皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴本当にありがとうございます。今回は12月の星の解説とタロットリーディングをさせていただきます。まず最初に星の12星座共通の星の解説なんですけども、12月っていうのは本当に1年の総まとめで皆さんも幸せでお忙しいと思うんですが、星で見てもやっぱり2025年って結構いろいろあったよねっていうそのまとめの月になります。で、皆さん自覚されてるかされてないかわからないんですけども、本当にこの1年を過ごした私たちっていうのは強くなってるんですね。いろいろ経験を積んで鍛えられたっていうのがあるので、無自覚かもしれないんですけど、何か過去の自分とは違う自分っていうのがあるはずなんです。で、さらにそこから12月ってもっとなんか来年に向けての期待が生まれたりとか、希望とか、なんかまるで旅に行きたいと思うような、心が解放されていくような、なんかそういう広がりのある自由な感覚がすごく強いんですね。それはなぜかっていうと、12月の1日から金星という社交性とか喜びとか愛情とか、そういった華やかなエネルギーもいて座という性質になっていますし、あと太陽も今いて座に入っていて、で火星という行動力やバイタリティというものもいて座に入っているので、とてもこのいて座の開放的な自由な、挑戦していきたい、冒険してみたいみたいな広がるエネルギーがなんとなく強くなるということなんです。で、さらにそれが12月の中旬ですね、12日から15日あたりっていうのはもう水星もいて座ですし、もういて座祭りっていう形ですごくこの中旬あたりにおそらく単に未来に無茶な希望を持つとかではなくて、この1年やりきったよねっていうその自分の強さとか、超えられた自分をもとに、だったら来年はこうしたいなとか、もうちょっとこうなったらいいなとか、きっとこうできるはずだっていうような期待ですね。新しい扉を開いていくような期待を皆さん持ち始めるんじゃないかなと思いますし、いや全然そういうのないですっていう方も、ぜひ何かしら自分にとってプラスになる意図を持つことによってそっちの方に引っ張られやすくなりますので、実際12月20日が新月なんですけど、新月の前に自分の感覚やどうしたいのかとか願いとか、そういったものを書き出したりまとめたりして、新月の12月20日に改めて意図していただくっていう風にすると、とってもなんかスムーズに2026年につながっていくなっていう感じがします。そしていて座っていうのは火のエネルギーなので、燃える情熱を燃やして現実を作っていくっていうエネルギーが強いんですけど、もう一方で特にこれは12日までっていう前半が強いんですけど、水のエネルギー、魚座とか蟹座とかさそり座という水のエネルギーが非常にうまく関わっていて、私たちの深いところでこの愛情とか優しさとか、本当に自分たちに大事なものって何かなっていうことを感じながら、その情熱や後半は情熱とかやりたい方向とか、なんか希望っていうものが湧いてくるっていう形なので、特に11月と12月っていうものを比べると、11月はもういろんなものが逆行して、惑星が逆行していて、なかなか前に進まないとか思い通りにならないっていうことも多かったとは思うんですけど、それに比べると12月っていうのは非常にスムーズで、私たちの心が安定していて、何が一番大事かを分かった上で自分のやりたいことや情熱っていうものが芽生えやすい時なので、その星のエネルギーがあるんだな、そういう天気予報なんだなっていうことを理解した上で、皆さんそれぞれの生活に合った目標や意図を立てていただけたらと思います。それから15日からはですね、火星がヤギ座に入るということで、非常に真面目な努力していくとか、責任を果たしていくとか、そういった真面目なエネルギーも入ってきますし、12月の22日からは太陽もヤギ座に入るということで、ここからなんか地に足をつけた動きっていうのかな、そんな感じになってきます。なのでざっくり言うと、前半は心が豊かになりやすい、いろんなことを感じやすい。そして中旬は情熱が湧いてきやすい、新しい希望や期待を持ちやすい、新しい扉を見つけやすいみたいな形で、後半になると22日以降になると、それをどのように現実化させていこうか、しっかりと自分の世界を築いていこうっていう真面目なエネルギーになってくるということです。来年の運勢は別の動画で解説していきたいと思います。ではここからタロット見てみます。よろしくお願いします。はい、ではここから魚座さんのタロットリーディングさせていただきます。よろしくお願いします。
12月全体だと思っておいてくださいね。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。12月です。ペンタクスのキング逆、カップ10、タワー逆、ワンドエース、ソードキング、ワンドの2の逆、ワンド3逆ですね。気をつけることや対策が、ペンタクスの8逆、女教皇、そしてオラクルだ。はい、ペンタクス4の逆です。なるほど。冒頭にお話した星の補足ですけれども、魚座さんにとってはこの12月の前半、特に22日までっていうのはものすごく世界が広がっている時なんですね。で、もともとその12星座共通ですごくこう未来を見ていくとか自由になるとか冒険したくなるみたいなこう広がりのある発展のエネルギーがあるんですけど、それを魚座さんは仕事とか社会とか環境というところで主に使えるので、おそらく自分が生きてる環境、今の環境が楽しいとか、こう仕事での期待があるとか、こう将来に対してこうなるぞみたいな期待があるとか、そういう広がりがとてもあるんじゃないかなっていうふうに思います。なので、どのような願いでもいいんですけど、12月20日の新月においては、自分が理想とする生き方や理想とする環境、そして仕事のことに関して、意図していただくとすごく叶いやすいかなと思います。で、カードで見たときに、そうね。まずオラクルからいこうかな。オラクルがやっぱペンタクルスの4なんですね。で、これは自分のこだわりをなくすとか、ちょっと自分が手放すみたいな、そんな感じのカードなんです。で、今これだけ星が魚座さんの社会運を応援してくれてるってことは、なんかすごくやりたいことがあるんだろうなって感じがするんです。例えば仕事で新しい分野を見つけたぞとか、これやったらうまくいくんじゃないかなとか、こういうふうにやっていきたいみたいなそういう目標があるような気がするんです。何かを作っていきたい。自分が、ちょっとこれ時間のかかることだけど、自分が誇りに思える、自分でいられる、そのことに携わっていると、自分のこと本当に誇りに思えるなって思うことを形にしていきたいみたいな、何かをまるでですけど、何かを建設していくような、感じ。特に魚座さんっていうのはすごくクリエイティブで、こう、想像力も豊かで、その思いとかエネルギーとかをうまく使っていけるんですけど、それを形にしていくんだみたいな、そんな感じがあるんですね。なのでとても壮大な目標だったりとか方向性なんですけど、そこがすごく輝いてる感じがするんです。そして、ここでやっぱりカップの10というカードも出ているので、今すごく満たされている、もしくは恵まれていると思います。もちろん全てが恵まれているとか、自分の想像通りの状況じゃ、望む通りのね、状況じゃないとしても、でも幸せだよねって、今幸せだよね、みたいな感じがあります。仲間がいたり、家族がいたり、もしくは別に家族とか仲間がなくても自分の好きな世界に没頭できる環境があるとか、なんか、心が満たされてる感じがします。そして、現状がやっぱりワンドのエースなので、何かこう、やりたいわけですよね。自分が何かを挑戦したいと思っているって感じがあります。で、ちょっとここに至るまでに、調整があったなって感じはします。特に11月っていうのはね、逆行もしていたし、なかなか思い通りに進まないみたいなのがあったり、特にこの、魚座さんからしたら11月、12月っていうのはすごく自分の世界観が広がる、自分の意識も広がるし、専門性も広がるし、環境も明るくなるってなった時に、他者とのその温度感っていうのがちょっとあるわけですよ。魚座はもうイメージいっぱいで、ああしてこうしてこうして、ああなるみたいになっても、他の人は全然気づいてないとか、分かってないみたいな、そこでの摩擦とかによって、もしかしたら少し何か残念だなと思うこともあったかもしれないけど、でも、それで何か本当に傷つけられてるとか、壊れてるわけではないので、そこからまた奮起して、じゃあ、ここからやっていこうっていうふうに気持ちを切り替えて、新しい方向に向かってる気がするんですね。だけど、なんか、ちょっとこの頑張ろうというエネルギーが、もしかしたら厳しさみたいなものになってるかもしれません。例えば間違わないようにしようとか、失敗しないようにしようとか、こう、
誰かを傷つけないようにしなくっちゃみたいな感じで、ちょっとキュッて硬くなってるみたいな感じがあります。ただカードから私が感じるのは、その厳しさとかルールを守るとか、なんか誰かを傷つけないようにしようっていうような、なんか戦略的なものではなくて、自分が自分に正直であるっていうことが一番なんかうまくいく方法なのかなって感じがしました。例えば自分は本当は A だと思っているのに、こう相手に合わせて B だと B もいいですよねって言わざるを得ない状況とかなった時に、いや、私は A がいいと思うんですよっていうことを素直に言うことで、その、キュッてならなくていいっていうのかな。なんかそんな感じです。そして、なので多分誰かとの関係だったり、その他者との関係において、気を使ってるのかなって感じがあります。そしてワンドの2なので、なんか、そこに携わるのか、携わらないのか、これを A を選ぶのか、B を選ぶのかみたいな、ちょっとそういう迷いがあり、でも迷ってるけど答えはもう決まってるみたいな感じもあって、結局、自分の望む方向に行くよね、みたいな感じが出てます。うん。でですね、なので、なんだか、やっぱり魚座さんはこの11月葛藤はあったかもしれないけど、12月に自分の望む方向性だったりとか、仕事、これをやりたいみたいなものがあるはずなんですよね。で、それをやるにあたって十分できる運はあるんだけど、意識的に自分のこだわりや自分のやり方にあまりこだわりすぎずに、あの、なんか、自由でいてくださいって感じがします。なぜかっていうと、ここでさっき言った、ちょっと、厳しくなってるんですね、自分に。絶対失敗しないようにしなくっちゃ、みたいな感じ。もう絶対ミスはしないぞ、みたいな感じで言ってるけど、まあ、多少ミスしてもいいんじゃないみたいな。多少なんか失敗したところでそれはいい経験になるし、まあ、ちょっとぐらいお金損したところで、それ以上のものが得られるじゃないぐらいの感覚で言ってほしいんですね。特にお仕事に関しては。で、ここでやっぱりなぜかって女教皇とあとペンタクスの8っていうのが出ているので、自分の中ではこうすればうまくいくっていうやり方がもう見えている。分かっている。だからそれをやりたいんだって感じあるけど、でも現実はコツ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 作っていかなきゃいけないんだとか、何かをやっていかなきゃいけないんだ、継続していかなくちゃいけないんだっていう思いがあるんですね。で、それできるんですけど、さっき言ったこうでなくちゃいけないんだ、このやり方でやろうって言ったらできるんですけど、狭い。けど、カードが言われてるのは、それも壊しちゃっていいですよ、みたいな。こだわりなくしちゃってください。その方が、魚座さんが豊かになるってことなんですね。その方が。なぜならば、バックグラウンドにもっとたくさんの恩恵があるから、バックグラウンドにもっとたくさんの喜びを感じられる可能性があるんだけど、守りを作ることによって、塀を作ることによって狭まるみたいな感じかもしれません。なので、ペンタクスの4っていうのは、そういうこだわりをやめるよね、みたいな。手放すことによって自分も楽になるよねっていうようなメッセージだなと思いました。はい、ちょっとこれを踏まえておいてお仕事のことを見てみますね。カップの7。そして女帝。そして吊るし人ということで、やっぱり仕事なんか楽しいことありますよね。仕事を通して喜びがあるっていうか、なんか嬉しいことがある。例えば、これ本当にやってみたかったんでっていうことをコツコツやってたりとか、自分のやりたい仕事に携わっているのかなっていう気もするし、ちょっと美味しい仕事っていうのもあるのかもしれませんね。なんか、自分にとってはもうそれ趣味なんですよっていうことが仕事になったりとかして、そんなに自分がすごく努力して結果を出すというよりも、なんか、とても豊かな、なんか、川が流れてきているみたいな、そんな感じがあります。そしてご自身の中ではやっぱり星で見てもすごく社会運のある時だし、豊かな時なので、おそらくいいんだと思います。そしてこんな女帝っていう豊かなカードが出てると、楽しみながら仕事をできるっていうのはあるんですけど、でもその中で計画してることがあるよねって感じがします。楽しいからこそ、こんな可能性もある、あんなこともある、これもこれもこれもみたいな。例えば、本当に例えばの話ですけど、なんかもしお店を出すとして、なんか場所を借りようとかと思ったら、
その場所が見つかりそうな雰囲気があるわけですね。そしたら、夢が叶うみたいになるけど、場所を変えたら、あれもして、その場はこれもして、これもしてみたいな、一つの目的だけじゃなくて、たくさんの可能性をいっぺんに見ているって感じがあって、で、それをすぐに着手するんじゃなくて、計画を立てているみたいな感じなんです。今すぐはまだ動けない感じがします。でも着実に計画立ててるから楽しいみたいな、そんな感じですね。そのために何か投資したりお金を払って得てるのかもしれませんね。はい、ちょっと人間関係見てみようかな。人間関係は、バンドの5、そしてタワー。そしてカップの2ということで、やっぱりタワーはここで2枚出てきてるので、やはり何かもしかしたら11月に誤解があったりとか、誤解ってほどじゃなかったとしても、自分の方向性と違うとか何かそういうのがあって、関係性が壊れることを恐れていたのかもしれませんが、壊れません。ここでカップの2が出てるので。そして、バンドの5っていうのはおそらくご自身の中で計画がある、仕事の計画だったり、プライベートな人生設計がある中で、いや、あれもこれもということで、いろんな可能性が見えていて、少し思考が回っている感じがするので、その上でちょっと整理したかったんだって感じもあるかもしれませんね。でも戦わないという姿勢を持ってる感じがしますね、これは。言い争わない。たとえ意見が違っても、まろやかに対応するっていう感じがあります。でも本当は心の中でやっぱり魚さんはもっと言葉だけじゃなくて、通じ合いたい、信頼し合いたいっていうのがあると思うから、信頼し合えないんじゃないか、誤解を受けたんじゃないかっていう、そのちょっとした、恐れがあるんですけど、でも、ちゃんともう一回その気持ちを伝えていくとか、ちゃんともう一回自分のハートを見せることによって、ちゃんと繋がれるよっていうふうに出てるので、結果オーライですよね。ちょっとドラマティックな流れはありますけど、結果オーライっていう感じがします。そんな感じかな。もし何かここまでの流れで分かったよっていう方は、いいねボタンやチャンネル登録やコメントいただけると嬉しいです。では最後にもう一枚、オラクルカード引いてみますね。ちょっと待ってくださいね。やっぱりね、オラクルで感じることなんですけど、さっきの何かを手放すっていうことなんですけどね、なんか自分にとってはこれはすごい宝なんだと思うような、これすごいいいことだって思う案がきっとあるんだと思うんですよ。人生設計として。仕事なのかわかんないですけど、なんかそれを、本当にやり遂げるために、もしかしたら自分の今の計画っていうのが自分を狭めているかもしれないという視点でちょっと大きく見てみると、もっと広がるよとか、すごく、可能性もっと広がるよっていうメッセージかなと思いました。そして、オラクルはこれかな。いいですね。クリエーション。なんか今の魚田さんにぴったりじゃないですか、これ。もうどうぞ想像してください。作ってください、みたいな。自分の魂からの表現をしてください、みたいなね。何か新しいことが始まるよって、始まることをぜひ楽しく育ててねって感じがしました。はい。ということで、ここまでにしておきます。ぜひ豊かな時間をお過ごしください。失礼します。